皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はこちらのワイヤレスイヤホンをご紹介いたします。ワンモアの Fit SE オープンイヤーバッツ S30 といういわゆるオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンをご紹介いたします。こちらのモデルはワンモア様からご提供いただいたものになりますが VGP2024 というオーディオまたビジュアル機器の総合アワードにて専門家たちに評価されて VGP アワードを受賞しているモデルとなっています。しかもね、お値段がこの手のモデルになりますとね、2万円超えするものが多いんですが、このモデルはなんと1万円以下で受賞しているという点で非常に優れた一台となっているということです。この後の流れとしましては、まず主なスペックのご紹介、そして開封し外観のチェック、そしてしばらく使った上でのファーストインプレッションという流れでお伝えしたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。まず最初に音質の肝となりますドライバーになりますが、こちらは 14.2mm の DLC ダイナミックドライバー DBB 強化技術が採用されているということでね、ワンモアの定評のある技術が採用されています。そしてバッテリー駆動になりますが、ケースも付いていますので、併用した場合30時間となっています。また、イヤホン単体の場合は10時間の再生に対応しています。これぐらいのバッテリー駆動があれば、日常使用では全く問題ないんじゃないかなと思います。そしてマイクも搭載されていますので、クリアな音声通話にも対応しています。インテリジェントアルゴリズムの採用した周囲のノイズを適応的に除去する機能が入っています。またね、左右にそれぞれ2つずつのマイクがありますので、合計で4つのマイクで余すところなく自分自身の声を相手に伝えることができます。この部分に関しまして通話品質がどんな感じなのかね、実際試してみたいと思います。そしてね、こういったオープンイヤー型ということで一体型っていうのもありますけどね、左右それぞれ分離できています。ということでこの後ね、開封し中身の確認をしていきたいと思います。というわけでパッケージ内容はこの通りとなっています。まず本体そのもの、そして USB-C、USB-A の充電ケーブル、短いものが1本入っています。そして QR コードが書かれたこういったカードと簡単な説明方法が書かれている日本語に対応したユーザーガイドも入っています。ということでね、こちらが本体そのものになりますけど、それでは外観を見ていきたいと思います。今回送っていただきましたのがこちらのホワイトタイプになりまして、もう一色ブラックのタイプもありますので、どちらかね好きな方を選んでいただければと思います。このように艶消しになっていますので落ち着いた感じでいいですね。まずこのトップの部分にワンモアのロゴが出ていますね。このように彫り込みがされているものになります。そして前面になりますけどね、蓋が開けやすくなっています。そして背面になりますと USB-C のポートとファンクションキーですね、リセットなどするときに使うボタンがここについています。背面にはね、全く何もありませんでした。ということで、このね、デザイン性、なかなかいいですね。めちゃめちゃ小さいっていうわけではありませんが、程よい感じで持てますね。大方ね、こういったオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンっていうのは、このね、ケースもめちゃめちゃ大きいっていうのが多いんですけどもね、これは小さいなっていうのは本当に思います。というわけでね、蓋を開けていきたいと思います。ということで LED のインジケーターがすぐつきましたけども、なかなか高級感がありますね。これはマット調ということもありまして、しっとりとした感じでね、高級感がありますね。ではイヤホン外観も見ていきたいと思います。こういったオープンイヤー型になりますので、耳にかける形状になっています。こちらがそうですね、左耳用になりますけども、このように結構フレキシブルに本当に柔軟になっています。そしてマイクのね、穴が左右というか上下にね、こんな感じでたくさんついてますね。また肝となりますサウンドはこちらから出てくるという形です。またここにね、今絶縁テープ貼られていますけども、ケースに充電する際にはここを剥がしてということになりますね。反対側になりますけどもね、全く一緒の構造になっています。ということで、ここの操作部分はタッチパネルになっていて、物理ボタンではないということは覚えておく必要があると思います。ではね、絶縁テープ剥がして通電してみたいと思います。今ね、絶縁テープとここのタッチパネルの部分ですね、保護フィルムを剥がしてみましたが、このようにケースに入れてみましたがいかがでしょうか。やっぱりですね、マット調になっているのがあって、そしてこのタッチパネルの部分が若干ゴールドがかっているのもありまして、すごくね、高級感がありますね。1万円以下の価格でこのクオリティっていうのはなかなかないんじゃないかなと思います。そしてね、ちょっと小さめのやっぱりメガネケースみたいな感じもしてきました。そしてね、ここの部分開けますと、
インジケーターがつきます。ではね、重さを測ってみたいと思います。まずイヤホンも全部含めた重さになりますが、こちらのスケールであれば 83g となりました。そしてイヤホン単体の重さですが、こちらのスケールであれば 9.8g となりましたが、ほぼほぼスペック通りとなっています。というわけでこれからスマートフォンとペアリングしてファーストリスニングということでね、初めてね、ちょっと音楽を聴いてみたいと思います。というわけでこれからですね、初めてこのファーストリスニングということになりますけど、いつもね、サンプル視聴として使わせていただいています YouTube ミュージック上にあります藤井風さんのキラリの曲を使って再生していきたいと思います。これすごいですね。いきなり鳥肌レベル4っていう感じでしょうか。まだ開封した直後の音質でこんなクリアな音が出るっていうのはちょっと驚きです。ただまだね、高音がバタつき感があるというか、ザラザラした感じはあるので、エイジングは必要だなというのは思います。低音もオープンイヤー型ながらに結構強めに出てきますね。イコライザーで調整したら相当変わるんじゃないかなっていう感じもします。ということでね、ファーストリスニング、藤井風さんのキラリで視聴してみましたけども、これちょっと驚きましたね。まだね、開封した直後の何もエイジングされていない状態で、ここまでね、クリアでこもった感じっていうのは全くありませんでした。しかも低音もある程度あるっていうのがね、ちょっと意外ですね。オープンイヤー型でここまでのクオリティっていうのは本当に驚きです。S50 もね、さることながら S30 も本当に音質抜群じゃないかなと思います。というわけで、これからしばらく使った上での音質や通話品質ですね。その他気づいた点を含めまして、この後お届けしたいと思います。というわけで、あれからしばらく使ってみた上でのファーストインプレッションをここからお届けしたいと思います。まず最初に気になるところとしましては、音質ではないでしょうか。この One More Fit SE S30 ですけども、本当にこれオープンイヤー型なのかと思ってしまうほどのサウンドでした。初めてこちらで音楽聴いた時に、本当にね、にやけてしまうほどの音質でしたね。思わずこれオープンイヤー型だったのかなと思ってしまうぐらいの音質で本当に驚きでした。そして気になる各音域になりますが、まず低音ですね。当然ながらこのオープンイヤー型ということで、耳の奥までね、差し込むことができませんので、低音に関しましては、いわゆるね、ドンシャリ系のそのドンドンドンと深い音が出るわけではありませんが、適度に心地いい低音が出てきました。音圧感としては程よいなっていう感じですね。そして中高域に関しましても、エイジングするほどにザラつき感っていうのが減っていきまして、本当に透明感があって広がりも感じられるぐらいのサウンドとなってきました。これはね、ある程度やっぱりエイジングの時間っていうのは必要となってきますので、ファーストリスニングした際にちょっとザラつき感がありましたが、そうですね、4、5時間使った段階ではなくなったなという風な印象でした。ということで、あくまでもこのオープンイヤー型にしてはね、ここまでのサウンド出るのかっていうぐらいに驚きでしたね。しかも外音がもちろんね、聞こえれますので、運動中に使ったり、もしくは家事をしながらっていうことでもいいと思いますので、周囲の音に気を配りながら好きな音楽を聴くことができるのもなかなかいいなと思います。そして音質もさることながら、やっぱりですね、こういった部分にいろんなマイクがついているわけですけども、通話品質っていうのも時々ね、必要となりますね。今回 LINE の音声通話を使いまして、通話品質のテストをしてみましたので、そのテストの模様をご覧ください。ただいま One More Open Fit S30 のマイクテストをしています。音量、音質はいかがでしょうか。ただいま One More Open Fit S30 のマイクテストをしています。音量、音質はいかがでしょうか。マイク品質はいかがでしょうか。ということでいかがだったでしょうか。これは LINE の音声通話といえども、ここまでのクオリティで通話できるっていうのはね、これ実用性としては申し分ないんじゃないかなと思います。私のね、声がはっきりとくっきりと伝わったのではないでしょうか。ただね、このテストをしました環境っていうのは、静かな環境下でやりましたので、屋外で車が通るとかね、そういった雑踏がある状況では、ここまでのクオリティ出るかは正直わかりません。なかなかそういった状況を避けて実際は通話するんじゃないかなと思いますので、このクオリティがあれば十分じゃないかなと思います。そして次にね、やっぱり装着性も気になるところだと思います。このね、オープンイヤー型で、しかもイヤーフック形状になりますので、この上の部分に支点が来ていまして、このような向きで装着する形になります。このイヤーフックのおかげで、本当に頭を左右に振っても、前後に振ったとしても、落下する恐れっていうのはほぼないんじゃないかなっていうぐらい安定していますね。ただですね、気になるところとしましては、装着性はいいんですけど、音量次第では、やっぱりね、こういったオープンイヤー型ということで、音漏れはありますね。このあたりは
は使う環境下を少し選んだ方がいいと思います。そして装着性に関しまして戻りますが、耳にね、引っかかる部分の負担っていうのが本当に軽くなっていまして、1、2時間ほどであれば余裕で連続で音楽聴くこともできましたね。そういった意味ではやっぱりこの軽量さっていうのはいいと思います。この上位モデルの S50 になりますと、やっぱりサイズがね、この 1.5 倍ぐらいになってちょっと大きめになって重量も増しているので、もしかしたらね、こちらでも十分じゃないかなという気がします。より高音質を求めるのであれば S50 になりますが、サウンドに関しましては十分じゃないかなと思います。そして最後にね、この専用のアプリ One More Music というものがありますが、こちらの使い勝手っていうのも本当にいいですね。このアプリ開きますと、早速ですがペアリングしている状態ですので、それぞれのバッテリー残量がこのように表示されていて、これなかなかね、ケースのバッテリー残量は表示されないっていうワイヤレスイヤホンもあるんですが、これに関しましてはしっかり表示されて、今はね、全部 100% ありますよと出ています。加えてですね、お客様の設定っていうのがありまして、このイヤホンのここの部分をタップしますと各操作することができるんですが、カスタマイズできる部分に関しましてはダブルタップとありまして、ここを2回タップした時にどういうコントロールするかということですね。今現在私は再生と一時停止をそれぞれ左右に割り振ってあります。そしてタップを3回ということで、1、2、3とね、連続でタップしますと、左に関しましては音量を下げる。右に関しましては音量を上げるっていう風に設定をしてあります。これ以外の設定は変更することができませんのでね、ここの部分はある程度自分のよく使う設定に変更しておいた方がいいんじゃないかなと思います。そして、イコライザーもありまして、自分の好きな音質に変更することができます。ガジログとここに出ていますが、この波形が私が作ったものになりまして、私自身の耳ではこの音質がなかなかいいんじゃないかなと思って今こういった感じになっていますね。今結構低音を上げているんですけども、こうだとしても別にドスドスした音までは出てきません。広域に関しましてはなるべくね、高めにしますとシャリシャリとした音も出てきますが、これぐらいでもね、程よい感じで J-POP だったり邦楽も含めましてね、結構くっきりはっきりと聞くことができまして、なかなか満足できる音質になっていますので、ぜひね、この波形もしよろしければ試してみていただければと思います。そしてこのようにね、閉じましたらペアリングが解除されまして、ここのね表示っていうのが変わりました。そしてここ開けてみますとどうでしょうか。はい、接続されましたね。つまりここの充電ケースの蓋がここの部分と連動している形になりますね。はい、こんな風にして接続が解除されたと出てきましたのでね、蓋の開け閉めでアプリと連動しているということがわかります。ということでね、アプリの使い勝手っていうのもなかなかいいですので、このあたりもね、自分の好きなカスタマイズをしていくのがいいんじゃないかなと思います。というわけで今回 One More Fit SE S30 ですね。オープンイヤー型のワイヤレスイヤホンになりますが、いかがだったでしょうか。本当にね、オープンイヤー型の中で探すのであれば断然おすすめだなと思います。サウンドに関しましては実際聞いていただかないと、私が最初にやけてしまったっていうのはお伝えするの難しいんですが、標準の状態でも本当に音良くて、特にこもった感じもありませんでしたし、エイジングさえ済んでしまえばそのザラつき感もなくなりますのでね、運動中や家事などしながらっていうことであればね、満足できるんじゃないかなと思います。というわけで気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひこちらから詳細ご覧いただければと思います。この動画良かったよということであれば、高評価。そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。